業務トールのマルコです。嫁です。よろしくお願いします。お願いします。ジンフォース来たよ。来ましたな。マルコのシグネチャーモデルなんですよ。俺モデルなんですよ。いやーすごいね。やばくない？夢だよ、自分モデルのギターなんて、やっぱこだわった分どうしてもね、ちょっとこれいやらしい話なんだけど、コスパをね、こう良くしたいのよ。で、こちらのギターは海外で作ってもらってるの。でも海外で作ってそのままじゃなくて、日本にある WDG ワークショップディバイザーギターズっていうところで、細かいところまで調整して、そうなんだ。そうだから大まかにざっくりこう海外で作られたものを日本国内の職人の手できちんと微調整されてから皆様のところに届きますよっていうモデルなの。へえ、そうでしょ。それは知らんかった。でしょ。調整してるところを、マルコお前見たいだろうっつって見たい。私も昨日 LINE もらったの。はい。今日はちょっとカメラもね、回したまんま皆様のお手元に届く状態になっていく様をね、みんなと一緒に見ていきたいなと思います。はい。というわけでじゃあ早速行ってみましょう。行ってみよう。ワークショップディバイザーギター、こちらでさっき言ったギンフォースの調整をねやってから、その間フレットとかも削ってる。すごい。で削ってから行くんだよ。やば。ちょっと中行ってみましょう。じゃあ寒い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 。やば来たよ、ここだよ。何どうしたのサクサク言ってくる。いや見てこれ、もうこうやって出来上がっていくんだよ。赤澤さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どのようにして私モデルが出来上がっていくのかっていうのをみんなと見ていきたいと思います。工程に従って順序を見ていきたいと思います。まずはここでですね、外観チェックの方、ヘッドの頭の上から外観と透明だとかに、汚れだったり傷だったり、そういった不良がないかっていうのをまず最初に見ます。この P に各パーツの方がしっかり留めてあるかっていうのを一つ一つ手で確認しながらチェックしていきます。手ではいね。大丈夫です。ちょっと触ってみていいですか。どうぞ。俺が持ってるやつとやっぱ違うわ。やっぱそうなんだ。へえ。じゃあ次の工程ですね、フレットの方の処理を、見ていただこうと思います。まずですね、このフレットの表面っていうのを、形があるのでそれを平らにするためにすり合わせという工程を、やっていきます。すごいね。普通になってるかどうかっていうのを確認して。ちょっと違ったんや。すごい。削りすぎてしまった部分っていうのをちょっと丸めてあげて、しっかり頂点を出すように。なるほど。平らになりすぎちゃったなっちゃうんですね。で頂点っていうのがしっかり出てきましたら、あとはペーパーの方で全体を丸めるように。粗い傷がついていますので、その傷を細かくしていく作業になります。一番触るところです。そうですね。どうしてもその違和感っていうのがすぐ伝わってしまう部分ではありますので、しっかり丁寧に一つ一つ丸めて、細かい調整してもらってるから当たり前みたいに弾けるんだよな。お店で見たことあるフレットの感じになってきた。やっぱりチルールと言いまして、チルールで一番最後の仕上げですね。これかけることによって見た目的にもピカピカフレットがつくか、ピカピカは気持ちいいよね。そこまでね、すごい。終了となります。別物じゃん。すごっ。わ、知ってる。これ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 。その前に、ネックの方の反りをまず見ます。なるほど。次は、ナットの溝切りの方を、していきます。ナットの溝っていうのが適正な高さになっているかっていうのをここに確認して、高いようであれば溝切りで切る。大事なのよ、ここは本当に大事。全部大事なんだけど。ナットの溝っていうのもとても直接弦に触れている部分ではありますので、音に
とも影響する部分なので、もう一本丁寧に確認しつつ作業していきます。一瞬だけ作業の腰折っちゃっていいですか？大丈夫です。この裏をカメラに見せてもらっていいですか？このフレームやばくないですか？チラチラ見えてるのこれやばくないですか？こんなの使ってうわ本当だ。やばくない？すごい。かっこいいフレームだ。すぐわがまま言うんで本当すいません。やっぱりナットの高さっていうのも引きやすさっていうところに直結してきます。そうですね。全ての弦がバランスよく、高さのばらつきがないように、しっかり調整していくところです。おー、ネックがすげえ。これ手に入れた人ラッキーかもしれない。今回使用しているブリッジが2点指示の、ブリッジになりますので、はい。調整としてはフローティングの設定を、施しています。2点指示にしてくれっつってね。やっぱスムーズなのよ、2点の方が。そうなんだ。アームとかやってるの。俺ブリッジが浮くほどチョーキングで引っ張ることあるからさ。おお、なるほどなるほど。そっか。うわでフローティングの設定が終わります。おー。そうしましたら次に、各弦の弦高の方を調整していきます。今回12フレットの方で、基準が、6弦の方で2ミリ、1弦の方で 1.8 ミリを基準に、調整していきます。これは割と標準的な高さですか？そうですね、割と標準的に、どのギターもこの程度かなという、触ってみてほしい。弾きやすいのよ。そうなんだ。ネックは特にね、こだわってたもんね。おー。これで、ブリッジの方の、調整は終了です。ああ、もうこれかなり完成に近づいてきてるんじゃないですか？そうですね、もうほぼほぼ完成といってもわあ、俺の知ってるあの感じになってます。やっぱり、すごい。すごいね。この作業を1本ずつ人の手でやってんですよ。すごくないですか？これであのお値段ですよ。いやー、すごいね。やばいよ。では最終工程の方に入ります。はい。ピックアップの高さだったり、サウンドコントロール面がしっかり使用通りになっているかというのを確認していきます。再度チェックしていきます。ここからピックアップの高さの方です。見た？いい？見てた。と回したでしょ？ピックアップってほんとそのくらい繊細。次は、コントロールの方が正常に効くかどうか。ポジション一つ一つ確認してビビリっていうのがないかっていうのを、確認します。完成となります。わはい、完成となります。すごーい。すごい。想像しているよりずっとたくさんのことしてもらってた。ほら、なんかいつもの感じじゃないですか。なんかすごい気味のある。
出来上がってます。行ってきました。ただいま。すごかった。すごかったね、あれだけの人があれだけの手間をかけてくれたんやなって思ったら、マルコモデルとかじゃなくっても、触ってみてほしいなって思ったね。私も思う。俺がこうしてああしてって言ったものに対して、あれだけの人がね、振り回されてくれたんやなっていや本当にそうだね、なんか感謝というか、何いいこと言わなきゃいけないでもなんかその楽器に対する感謝の気持ちっていうのがこう改めてさ、なんかこうどうしても弾いてると忘れちゃうというか、当たり前のものになっちゃうから、その今日見たこととかやっぱ思い出してね、楽器を大事にしていきたいよね。本当大事っていうか、めでていきたいなって思う。というわけでいつものやついってみよう。はい、最後までご視聴ありがとうございます。この動画を気に入ってくださった方、銀フォースいいじゃん、気になってきたよって思ってくださった方は動画の高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。インスタグラムとディバイザーさんのインスタグラムとツイッターがございますので、そちらもチェックお願いします。結構な更新頻度なんだよ、どっちも、そうやよね。いい写真とかいっぱい載ってくるから、ぜひともねチェックしてみてください。嫁と俺の方もね、ぜひともチェックしてみてください。お願いします。というわけで、よかったらまた見てね。また見てね。嫁と俺ディバイザー本社でした。だからディバイザーさん3毎回俺ここで言ってる気がする